まあ一回台風災害最近多いですね。最近多いし台風が来て仕事があるかちょっと分かりませんでしたね。本日はニュージーランドからのゲストを紹介します。ニュージーランドの人口は約495万人です。国土面積の約半分が農地であり、世界最大の乳製品輸出国として知られています。日本の乳製品輸入量の 22% はニュージーランドが占めています。また1970年以降は日本語教育が盛んになり、小中高の学校では約3万人の生徒が日本語を勉強しています。そんな親日のイメージがあるニュージーランド人ですが、現在は約3300人が日本に住んでいます。今日は過去に三重県に住み、今は高山に短期滞在中のゲストを紹介します。Hello、タカです。あやです。アランです。ありがとうございます。今日はニュージーランドからの、ゲストお越しいただいてます。アダムさんは昔日本に住んでて、今回は旅行で3ヶ月滞在されてですね。初めて日本に来たのはいつですか？そうですね。初めて来たのは17年前ですね。17年前。ALT という英語の教師として中学で英語を教えました。ずっとジェットプログラムで日本に来ました。過ごし始めて大変でしたか？初めはなかなかその友達作るのはちょっと時間かかりましたね。でもまあ時間が経って、僕は2年目。そうそうそう。仕事で結構サポート、教育委員会からたくさんのサポートがあってすごく助かりました。じゃあ困ったことがあったらその担当者に連絡。それはありがたい。AT の先生の。そう、何でも問題があればもうすぐ連絡してて。いいですね。なんか困って電話したことありましたか？ ALT の担当者に。一回台風。災害最近多いですね。台風が来て仕事があるかちょっと分かりませんでしたね。すごい日本語うまい。めちゃくちゃ全然普通に日本語で話す。ありがとうございます。友達と話すことで勉強をできました。生きてる日本語。それは一番いい方法ですね。テクニックというかあったんですか？友達を作る方法。私と友達になりたい人は外国の文化に興味のある人で、そういうなんか組織がありますよね。三重県。例えば友好国際交流協会とか協会とかでいろんなイベントを参加した。そうすごい。そこで友達になって、そうですね。今旅行で戻ってきて久しぶりに日本に帰ってきて、そこはなんか変わったなっていうのはあります？日本人とのこの接し方だったり、外国人の数も変わってるし、環境がすごい変わってるんで、変化感じますか？気づいたのは最初は英語の能力は前からもずっとすごく上手。良くなってる。そう、良くなってる。英語力が。
外国人に対してうんもっとなんていうの、outgoing、なんか寛容になってそうそうそうね、もっと積極的に話したりとかできるのか。今の日本は外国人がいることがちょっと慣れてきましたので、住みやすい。昔よりは住みやすい。そうそう。もっとこういうところを良くしたらいいのになっていうような改善点とかっていうのはありますか？I had a lot of support because I was an English teacher, and there was a 文部科学省, but other foreigners don't have that government support. It's just really important that you do have that support. そうね。やっぱりサポートっていうところで、なんかどんなサポートが一番助かると思いますか？Well, firstly, I had a supervisor that I could rely on. I had someone, so if there was anything I wasn't sure about, I could immediately speak to that person. That was probably the most helpful. 安心感というか、そのね、この気が楽だよね。That's right. And then just like small things, what to, when to put the rubbish out or how to do the recycling system. 外国人とどういうふうにコミュニケーション取ったらいいっていうのなんかアドバイスありますか？Don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. I mean, like we as foreigners, we're really keen. Because we're in Japan, so we really want to meet the Japanese. We're all friendly, and you know if you ever like see a foreigner and just like asking just like simple conversation starters. But again, just going back to what I was talking about before, the importance of having an organisation. If there is such an association in your area, then get involved. Just to meet, and then you go out and like have a meal together, and then after that, then you don't need the organisation as much. You just make your own arrangements to to develop that friendship further. So wherever you are, if there is that like that springboard, or if there is that association to support, yes. 初のニュージーランドですね。アダムさんアダムさんご紹介しましたが、私すごい思ったのは、アダムさんがここに来た時、初めて LT で来た時に、LT の担当の人、先生っていうのもサポートがあったっていうのが、多分一番すごい安心感につながった。多分その安心感はすごい何より大事なというか、でも普通に働いてる人とか、単身で来た人とかっていうのはそういうサポートがないかもしれないからこそ、組織、こうね、いろんな協会とかが提供するっていうのも大事なのかな。なんかそこの重要性っていうところをアダムさん何回も言ってくれてたんだけど、外国人とこう触れ合いたいっていう人は自分からそういうところに飛び込んで、ちょっとオープンに、していくっていうことができたらということで、動画見ていただいてありがとうございます。次回もまたいろんな方、紹介させていただけたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録と、番組の高評価と、よろしくお願いします。お願いします。はい。ではまた、次回の動画で待ってます。Thank you. Thank you. See you. Take care.